未来予想2045へようこそ。今回は超古代文明について近代技術からの視点を考えてみます。科学技術の発展と超古代文明。未来における科学技術の進歩は我々の過去の理解を根本的に変える可能性があります。特に人工知能、遺伝子解析、ナノテクノロジー、量子コンピューティングなどの技術は古代文明の研究に新たな視点をもたらします。1、人工知能とデータ解析。人工知能 AI とデータ解析の進展は超古代文明の研究において革命的な影響を与える可能性を秘めています。AI は大量のデータを迅速かつ正確に処理する能力を持つため、膨大な考古学データの解析に適しています。考古学データは文献、遺物、地理情報、遺伝子データなど多岐にわたり、それぞれが膨大な情報量を含んでいます。従来の方法では、これらのデータを手作業で分析するには膨大な時間と労力が必要でしたが、AI の導入により、これが劇的に効率化されます。古代文明の文献は、しばしば未解読の言語や難解な象形文字で記されており、その解読には多くの困難が伴います。AI の自然言語処理 NLP 技術は、この問題を解決する鍵となります。AI は未知の言語や文字をパターン認識により解析し、解読の手助けをします。例えば、古代エジプトの象形文字やマヤ文明の文字の解読において、AI は既存の解読データを学習し、新たな文字の意味を推測する能力を持ちます。遺物の解析にも AI は有効です。AI は画像認識技術を用いて遺物の分類や特徴抽出を自動的に行うことができます。これにより遺物の年代測定、製造技術の特定、文化的背景の推測などが迅速かつ正確に行われます。さらに 3D スキャニング技術と組み合わせることで遺物の詳細なモデルを作成し、仮想空間での保存や分析が可能となります。古代文明の遺跡はしばしば広範な地理的領域に分布しており、その位置関係や環境の変化を解析することが重要です。AI はリモートセンシング技術や地理情報システムと連携し、衛星画像や航空写真を解析してうずもれた遺跡や古代の地形変化を特定することができます。例えばリディア地方での発掘調査では AI が森林に隠れた古代の都市遺跡を発見するのに役立ちました。古代の人々の遺伝子データはその移動パターンや人口構造、疾病の歴史を解明する手がかりとなります。AI は大量の遺伝子データを解析し、進化の過程や異なる文明間の交流の証拠を明らかにすることができます。例えば古代の人骨の DNA 解析により異なる地域からの移民の流れや混血の歴史が明らかにされました。AI とデータ解析の進展により超古代文明の研究はますます精緻化され、過去の文明の実態がより明確に理解されるでしょう。AI は膨大なデータから新たな知見を引き出し、従来の方法では見落とされていた重要な情報を発見することができます。さらに AI は研究者のバイアスを排除し、客観的な分析を行う能力を持つため、研究の信頼性が向上します。人工知能とデータ解析技術の発展は、超古代文明の研究において画期的な進歩をもたらします。これらの技術は、文献や遺物の解読、地理情報の解析、遺伝子データの分析など、多方面での応用が期待されます。未来の科学技術により我々の過去への理解は一層深まり、超古代文明の真の姿が明らかになる日も近いでしょう。2、遺伝子解析。遺伝子解析の進展は超古代文明の研究において画期的な突破口を提供します。古代の DNA を解析する技術は古代の人々の生活、移動、疾病、進化の過程などを解明するための強力なツールとなります。
遺伝子解析によって得られる情報は、従来の考古学的手法では得られない詳細な知見をもたらします。まず、古代の人々の移動パターンや人口構造の解析が挙げられます。古代 DNA の解析は、異なる地域の人々がどのように移動し、交流したかを明らかにする手がかりとなります。例えば、ヨーロッパにおける新石器時代の農耕の伝播については、遺伝子解析により、中東からの農耕民がヨーロッパに移住し、在来の狩猟採集民と混じり合ったことが示されています。これにより、農耕の技術が単に文化的な影響として伝わっただけでなく、実際に人々が移動して技術を持ち込んだことがわかります。さらに、遺伝子解析は古代の疾病や健康状態の理解にも寄与します。例えば、古代の人骨から抽出された DNA を解析することで、当時流行していた病気やその遺伝的背景を特定することができます。これは古代のパンデミックや病気の進化についての理解を深める手助けとなります。また、遺伝子解析により、古代の人々がどのような食生活を送っていたか、どのような栄養状態であったかも解明できます。これにより、食文化や栄養に関する知識が得られ、古代文明の生活様式や健康管理の実態が明らかになります。遺伝子解析はまた、古代の社会構造や家族関係の解明にも役立ちます。例えば、古代の墓地に埋葬された人々の遺伝子を解析することで、血縁関係や社会的地位の違いを特定することができます。ある墓地で発見された遺骨の DNA を解析した結果、一つの家族や特定の社会的グループが一緒に埋葬されていることがわかる場合があります。これにより、古代社会の家族構造や社会階層の詳細が明らかになり、当時の社会の成り立ちや人々の暮らしぶりが理解できます。また、古代 DNA の解析は人類の進化の過程を解明するためにも重要です。現代人の遺伝子と古代人の遺伝子を比較することで、人類がどのように進化し、異なる環境に適応してきたのかがわかります。ネアンデルタール人やデニソワ人など、現生人類と共存していた他の人類種との交配の証拠も、遺伝子解析によって明らかにされています。これにより、人類の進化の過程や遺伝的多様性の形成についての理解が深まります。遺伝子解析技術の進展により、古代 DNA の収集と解析がますます容易になっています。最新の技術では、わずかな骨片や歯からでも高品質な DNA を抽出することが可能となっており、これにより保存状態の良くない遺骨からも情報が得られるようになっています。さらに、環境 DNA の解析により、古代の環境や生態系の変化も研究対象となってきています。これは遺跡周辺の土壌や堆積物から DNA を抽出し、当時の動植物や気候の変化を特定する手法です。遺伝子解析技術の進歩は、超古代文明の研究に新たな視点と詳細な情報をもたらします。これにより、古代の人々の生活様式、移動パターン、健康状態、社会構造、人類の進化など、多岐にわたる分野での研究が飛躍的に進展するでしょう。遺伝子解析は我々が過去の文明をより深く理解し、その知識を現代と未来に生かすための鍵となる技術です。3ナノテクノロジー。ナノテクノロジーは物質をナノメートルスケールで制御操作する技術であり、超古代文明の研究においても革新的な役割を果たしています。この技術は古代の遺物や建築物の微細構造を解析し、その製造技術や素材の特性を明らかにするための強力なツールとなります。まず、ナノテクノロジーは古代の遺物の詳細な分析に利用されます。古代の工芸品や金属製品はしばしば高度な技術を駆使して作られていますが、その製造技術や使用された材料の特性を解明することは困難です。ナノテクノロジーを用いることで、これらの遺物の表面や内部構造をナノスケールで観察することが可能となり、微細な加工技術や素材の成分分析が行えます。例えば、古代の青銅器や鉄器の微細構造を解析することで、冶金技術や
製造過程が明らかになり、古代の技術力の高さが再評価されるでしょう。また、ナノテクノロジーは古代の建築物の保存と修復にも貢献します。古代の建築物は長い年月を経て風化や劣化が進んでいますが、ナノ素材を用いることでその保存状態を飛躍的に改善することができます。例えば、ナノ粒子を含む保護剤を使用して石材や壁画の表面をコーティングすることで酸化や紫外線による劣化を防ぎ、長期間にわたって保存することが可能です。また、ナノテクノロジーを用いた補強材は古代の建築物の構造を強化し、地震やその他の自然災害に対する耐久性を向上させることができます。さらに、ナノテクノロジーは古代の遺跡の発掘と調査にも利用されます。ナノセンサーは遺跡周辺の土壌や地下構造を高精度でスキャンし、うず漏れた遺物や構造物を非破壊的に検出することができます。これにより遺跡の発掘作業が効率化され、貴重な遺物や構造物が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。例えば、ナノセンサーを用いた地中レーダー技術は、古代都市の地下構造を詳細にマッピングし、遺跡全体のレイアウトや構造を明らかにするのに役立ちます。ナノテクノロジーはまた、古代の絵画や染色品の研究にも応用されます。古代の絵画や染色品は色素や繊維の経年劣化により、その本来の美しさが失われがちです。ナノテクノロジーを用いることで、これらの作品の色素や繊維の分子構造を解析し、元の色彩や状態を復元することが可能となります。例えば、ナノ粒子を用いた新しい染色技術は、古代の織物の色彩を蘇らせ、当時の技術と美意識を現代に伝えることができます。ナノテクノロジーの応用は、考古学の分野を超えて、古代文明の研究全般にわたります。例えば、古代の医療技術や薬物の研究においても、ナノテクノロジーは重要な役割を果たします。古代の薬物の成分をナノスケールで解析することで、その効果や製造方法を解明し、現代の医療に応用することが可能です。古代の医療器具や手術の痕跡をナノテクノロジーで調査することで、当時の医療技術の高度さやその知識の伝播過程が明らかになるでしょう。ナノテクノロジーの進展により、古代文明の研究は飛躍的に進歩しています。この技術は古代の遺物や建築物の微細構造を明らかにし、その保存と修復を可能にし、さらにうず漏れた遺跡の発掘や調査を効率化します。ナノテクノロジーは古代の技術や文化を現代に蘇らせ、過去の知恵を未来に生かすための重要な手段となるでしょう。4. 量子コンピューティング。量子コンピューティングは量子力学の原理に基づいて計算を行う新しい技術であり、超古代文明の研究においても大きな可能性を秘めています。従来のコンピュータはビットを用いて情報を処理しますが、量子コンピュータは量子を利用します。キュービットは0と1の両方の状態を同時に取ることができるため、並列処理能力が飛躍的に向上します。この特性により、量子コンピュータは膨大なデータを効率的に処理し、複雑な問題を解決することが可能となります。量子コンピューティングは超古代文明のデータ解析に革命をもたらします。例えば、古代の文献や遺物の膨大なデータセットを解析する際に、量子コンピュータはその強力な計算能力を発揮します。従来のコンピュータでは何年もかかるような複雑な解析も、量子コンピュータなら短期間で完了することができます。これにより、古代の文献の解読や遺物の分類、データ間の相関関係の発見が迅速に行われます。さらに、量子コンピューティングは古代の遺跡や建築物のシミュレーションにも応用されます。古代の建築技術や都市計画を理解するためには複雑なシミュレーションが必要です。量子コンピュータはこのようなシミュレーションを高精度で行う能力を持ちます。例えば、ピラミッドの建設方法や古代都市のインフラ設計をシミュレートすることで、当時の技術や知識の詳細を明らかにすることができます。
また、これにより古代文明がどのように環境に適応し、都市を維持したのかを理解する手助けとなります。量子コンピューティングは古代の社会構造や経済システムの解析にも役立ちます。古代の社会や経済は多くの変数が絡み合う複雑なシステムであり、その解析は非常に困難です。量子コンピュータはこれらの複雑なシステムをモデル化し、シミュレーションを行うことで古代の社会や経済の動態を明らかにします。例えば、広域ネットワークの解析や資源の分配方法のシミュレーションを行うことで、古代の経済活動の全貌が見えてきます。これにより、古代文明の繁栄や衰退の要因を解明することができます。また、量子コンピューティングは、古代の気候変動や環境変化の研究にも応用されます。古代の環境データを解析し、気候変動や自然災害が文明に与えた影響をシミュレートすることで、当時の環境条件やその変動パターンを理解することができます。これにより、古代文明がどのようにして環境変動に適応し、生存戦略を講じたのかが明らかになります。量子コンピュータは膨大な環境データを迅速に処理し、精度の高いモデルを構築する能力を持つため、この分野でも大きな貢献が期待されます。量子コンピューティングはまた、古代の遺伝子データの解析にも役立ちます。古代の DNA データは膨大かつ複雑であり、その解析には強力な計算能力が必要です。量子コンピュータはこれらのデータを効率的に処理し、古代の遺伝子構造や進化の過程を解明する手助けをします。例えば、異なる地域の古代人の遺伝子を比較することで、移住や交配のパターンを明らかにし、人類の進化の歴史を詳細に描き出すことができます。量子コンピューティングは超古代文明の研究において新たな地平を切り開く技術です。その強力な計算能力は膨大なデータの解析、複雑なシミュレーション、そして精度の高いモデル構築を可能にします。これにより古代文明の技術、社会構造、経済システム、環境適応、そして人類の進化についての理解が飛躍的に深まるでしょう。量子コンピューティングの進展は過去の知識を現代と未来に生かすための重要な手段となり、超古代文明の真の姿を解き明かす鍵となるのです。超古代文明の再評価。超古代文明の再評価は、最新の科学技術と新たな考古学的発見によって進められている重要な研究分野です。従来の考古学では見過ごされがちだった古代文明の技術や文化、社会構造が現代の視点と技術を用いて再評価され、その重要性が再認識されています。まず、遺跡の再評価について述べます。最新の発掘技術や非破壊検査技術の進展により、地中に埋もれている遺跡や建築物の詳細な構造が明らかになりつつあります。リモートセンシング技術や地理情報システムを用いた調査により、古代の都市や建築物のレイアウト、規模、機能がより正確に把握され、古代の都市計画や建築技術の高度差が再評価されています。例えば、メソポタミアやエジプトの古代都市の調査では、先進的な都市インフラや建築技術が発見され、当時の技術力の高さが再認識されています。次に、古代の工芸技術の再評価です。ナノテクノロジーや電子顕微鏡を用いた解析により、古代の工芸品や金属製品の製造技術が詳細に解明されています。例えば、古代の金属器具や装飾品に用いられた高度な冶金技術や複雑な文様を持つ陶器の製造技術が明らかになり、これまで考えられていたよりも高度な技術が存在していたことが分かっています。これにより、古代の職人たちの技術力や創造性が再評価され、彼らが持っていた知識や技能がいかに優れていたかが認識されるようになっています。さらに、古代の文化や社会構造の再評価も進んでいます。遺跡や遺物から得られるデータを総合的に解析することで、古代社会の複雑な構造や文化的な特徴が明らかになっています。
例えば古代エジプトやマヤ文明の社会構造の研究では、宗教や儀式の重要性、社会階層の形成、経済活動の多様性などが詳しく解明され、これまでの単純化された理解が修正されています。また古代の文献や記録の再解読も進んでおり、古代の思想や信仰、法制度などについての新たな知見が得られています。さらに古代文明の環境適応や持続可能性についての再評価も重要です。古代の人々がどのようにして環境に適応し、持続可能な社会を維持していたかを研究することで、現代社会における環境問題や持続可能性の課題に対する示唆を得ることができます。例えば古代インカ帝国の農業システムや水管理技術は、厳しい環境条件下での持続可能な農業のモデルとして注目されています。これにより古代文明が現代の持続可能な開発にどのように寄与できるかが再評価されています。最後に古代の知識と技術の伝播についての再評価です。最新の遺伝子解析や考古学的データを用いることで、古代の文化や技術がどのようにして異なる地域や文明に伝播していったかが明らかになっています。例えばシルクロードを通じた東西の文化交流や地中海を中心とした交易ネットワークにより、技術や知識が広範に伝播していたことが分かっています。これにより古代文明の相互影響やグローバルな視点での文化交流の重要性が再認識されています。超古代文明の再評価は現代の科学技術と新たな発見に基づいて進められており、これにより古代の技術、文化、社会構造がより正確かつ詳細に理解されるようになっています。この再評価は古代の知識や技術がいかに先進的であり、現代社会にとっても有益な示唆を与えるものであるかを示しています。超古代文明の再評価は我々が過去を理解し、未来に向けて活用するための重要なプロセスであり、今後も多くの新たな知見が得られることが期待されます。結論。超古代文明の再評価は現代の科学技術と新たな発見に基づいて進展しており、その結果古代の技術、文化、社会構造についての理解が飛躍的に深まっています。最新の発掘技術、ナノテクノロジー、量子コンピューティング、遺伝子解析などの革新により、古代文明の高度な技術力や複雑な社会構造、環境適応の方法が明らかになりつつあります。これにより古代の知識や技術が現代社会に与える示唆や影響も再認識されています。特に古代の工芸技術や建築技術の高度差、複雑な社会構造と文化の多様性、持続可能な環境管理の知恵は、現代の技術革新や社会問題の解決に貴重な教訓を提供します。さらに古代文明のグローバルな交流と技術伝播の研究は、現代のグローバル化の理解にも寄与します。超古代文明の再評価は、過去の知識を現代に生かし、未来に向けた持続可能な発展を追求するための重要なステップです。今後もこの分野での研究が進展し、新たな知見が得られることが期待されます。